皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢。地上波のニュース報道においては細かなところまでは伝えてくれないようになりました。ぜひともこのチャンネルでウクライナで何が起きているか情報を更新していってください。まず最初に今回取り上げる話題はウクライナによる遠距離攻撃。これまではロシアの戦略資源である石油や天然ガスの関連施設に対する攻撃を行ってきました。これに加えて少しずつ新たな兆候として現れているのが変電所や発電所への攻撃が目立ち始めたことです。今回は石油の製油所に対する攻撃だけではなくその他の攻撃目標も増えてきたことについて取り上げておきましょう。まず最初に変電所に対する攻撃から見ておきます。ロシア・ベシュカマーユ変電所に対する攻撃。こちらの写真が衛星からのものです。攻撃を実施した際に住民が録画しているものがありました。かなり夜ということもあってなかなか状況を把握するのは難しいものです。ただし飛行機型ドローンが近づいてくるといったことがわかる映像となっています。音がだんだんと近づいてきて、そして爆発が発生します。こうした変電所は決して大規模なものではありません。しかし同時に守ることも非常に困難なものです。各地にこのような施設は点在しており、全てを防御することはほとんど不可能に近いものです。次にウクライナ側が公表していた攻撃映像。こちらの映像ではロシアの石油貯蔵庫に対する攻撃が実施されています。石油の精製所と比べれば何かを作っているわけではなく、すでに作られたものが蓄えられているわけですが、こちらもまたやはり防御をすることは非常に困難なものです。同様にしてロシア各地に点在しており、これら全てに防御部隊を張り付かせるというのはかなり非現実的だと言えます。こちらが攻撃対象となった石油貯蔵施設。ちょっとした豆知識なのですが、今回の攻撃にはウクライナのファイアポイント社が使っているドローンが攻撃に用いられました。赤外線映像なのですが、空のタンクと中身が入っているタンクを見分けることができます。中身が入っているタンクについては白く映っており、しっかりと中身を見分けた上で攻撃が実施されたこともわかります。こうした攻撃は貯蔵タンクを失うだけではなく、その火災による施設の損害も発生します。そしてこのように石油関連の施設や貯蔵庫などに対する攻撃を行うことによって、ロシアの生産能力がなかなか回復しない事情があります。クリミア半島においてはガソリン供給が全く追いついておらず、そもそも販売する油種を限定しているところもあります。こちらの系列店では2店舗とも特定のガソリンがそもそも値段がついていない、つまり売っていない状態となっていました。じゃあ他の系列店に行ったらどうかと思うと、こちらではそもそも全面的に販売が停止されているような状態でした。続いて前線から上がってきた報告。まだまだウクライナ全土というわけではありませんが、そろそろ泥濘期、地面がぬかるんでかなり戦闘に影響を与える時期に入りつつあります。場所によっては非常にドロドロの状態になっており、進軍することが非常に困難な地域も生まれ始めています。もちろんこれによって戦闘そのものが止むわけではありませんが、歩兵主体の攻撃においてはこのような泥にまみれた状態というのは攻撃する側にとって非常に厄介なこととなります。例年このような泥濘期に入るとより防御がしやすい状況となることから、ロシア軍がなかなか前に進みづらい状況を生み出します。一方、このような戦場の状況に対してウクライナ側は新しい戦闘手段の開発も進めています。こちらの映像はウクライナ軍が現在戦場に投入し始めている陸上型のドローンです。兵士を突っ込ませて戦うという方法については当然のように多くの人命を失うことにもつながります。一方で地上戦闘型の陸上ドローンであれば破壊されたとしても人命が失われるわけではありません。また忘れてはならないのが、このような戦闘によって得られる情報といったものが今はもっともっと価値が高いものとなっています。このあたりの話についてはより詳細に解説をしておきます。戦場で何が起こっているかというのは当然のように非常に重要な情報です。そうした意味では昔も今も同じじゃないかと思われるかもしれませんが、情報の使い道については非常に大きな変化が起こっています。これは軍事部門の話ではなく、より分かりやすい民間部門、生成 AI の進化について考えておく必要があります。文字情報やもしくは映像や音声など様々なものに活用が進められている生成 AI ですが、軍事部門においてもいずれは大きな役割を果たすようになります。民間経済への影響としては、フィジカル AI といって、これからは AI を頭脳として活用しつつ実際に
体を得て何か物を運んだり、何か作業を実際に行ったりといったことが、それごとではなく産業部門において十分導入が進んでくる未来があるし、さらには私たちの一般生活においてもお手伝いロボットのような形で導入が図られるような時代へと突入することはもう十分あり得る状態になってきました。そしてこのような状況になりつつあることを軍事部門において応用が考えられないわけがありません。というのも生成 AI をどのようにして性能進化させるか、その手法それ自体が年々加速度的に進歩しており、しかもそれらについても以前よりももっと重いデータを軽いデータに処理するような技術についても同時開発されています。このような話がなぜ軍事部門に大事かといえば、戦闘の映像について非常に膨大となっていることから、この映像そのものを軍事部門の AI に情報として食べさせることによって軍事向きの AI といったものの発達が十分考えられるからです。ですから従来 AI の発達がなかった時代における情報と今の時代における戦闘映像の情報との価値とその使い方については大きな変化を見せているわけです。今回ウクライナ軍が使用している陸上型のドローンについてはまだまだ遠隔操作で人間が操作しています。しかし人間が操作するというこのやり方それ自体も情報としていずれは AI の礎として使われていくこととなります。そして忘れてはならないのがこのような映像の情報価値といったものが軍事部門における AI の発達を促し、いずれは AI 搭載型のドローン兵器といったものがもっともっと強力になっていくということが十分考えられるわけです。これは決して絵空事 SF の話ではなく、私たちの未来に待っている現実だと見た方が良いでしょう。しかもこうした戦闘映像は何もウクライナ側だけにある話ではありません。当然ロシア側も保有しており、この情報の価値を十分理解している国が世界各国に当然あります。ロシア側においては最もこの情報にお金を払う、もしくはお金以外の支援といった形で応える国としては中国があります。中国自身は現在の戦争に直接関わっているわけではありませんが、実際の戦闘映像その価値そのものを自国の軍事産業に応用するといったことは十分考えられるわけです。このような情報を食べている AI か食べていない AI かによって当然のように発達の度合いは異なることとなります。このあたりの状況の変化といったものを見ておかないと、なぜ戦争を自分たちに関係のないうちに止めることが重要かといったことを理解することができます。自分たちには関係のないことだからほったらかしにしておけばいいやというような姿勢でいると、戦争が日常化することによって発達する軍事技術といったものがより大きな飛躍を見せることにより、技術的な格差がそのまま戦争の被害拡大に別の場所で火を吹くことが十分考えられるわけです。このあたりの危険性については残念ながら日本ではおそらく実際に被害が拡大してから理解するようなことになるのではと私は心配しています。 AI 兵器を規制すべきだという意見がありますが、規制している国と規制していない国における軍事技術の格差といったものが極限まで開いていくことを考えれば、私はある程度覚悟した上でこの開発競争に参加しておくべきだと思います。私の意見を聞いてなんて軍国主義者だと思うかもしれませんが、絶望的なまでに軍事技術の差が開いた時には抑止力が効かず、むしろ狩られる側になってしまうという恐怖を味わわなければなりません。結局はそのようなことにならないように戦争してはいけないし、侵略している国があればこれを多くの国々が止めなければいけないという考え方が本来であれば国際秩序を維持することの意義でした。その意義が現在は破られているわけで、その結果として起こるのがより多くの被害が未来において発生するということです。ちょっと理解しがたい話かもしれませんが、戦争が日常化し軍事技術が発展するということは他の分野の技術発展とも相まって次の段階へと話が進んでしまうということをちょっと今のうちに覚えておく必要があると私は思っています。続いてはトランプ大統領、やっぱり最後にはひよっちゃったなと思うニュース。トランプ氏、プーチン氏と電話後トーンダウン。トマホーク供与消極的。トランプ大統領はウクライナのゼレンスキー大統領との会談でウクライナが切望する巡航ミサイルトマホークの供与に消極的な姿勢を見せた。ロシアに対する圧力としてほのめかしてきた供与だが、前日にプーチン大統領と電話協議したことでトーンダウン。プーチン氏の術中にはまったとも言える。ゼレンスキー氏にとっては
実質的な進展が得られず、終戦の遠の差ばかりが浮き彫りにあった。トランプ氏は17日の会談の冒頭、自らが解決したと主張する8つの戦争に触れ、ウクライナ侵攻は私にとって9つ目だと語り出した。続いて、前日のプーチン氏との電話協議に言及し、こう述べた。プーチン大統領は全てのトランプ氏が解決したと主張する戦争を挙げて、すごいと言ってくれた。特に中東を解決できたのには驚いた。信じられないと。彼は非常に心が広かった。つまり、プーチン大統領におだてられて、トランプ氏は非常に心地よかったという話をしているわけです。トランプ大統領は有力な外国首脳との直接の取引で即決する外交手法を好む。しかし、8月15日の米ロ首脳会談では、侵略国の指導者として国際的非難を受けてきたプーチン大統領をアメリカで厚遇したにもかかわらず、その後も状況は好転しなかった。プーチン氏への不満を募らせたトランプ氏は、戦争に収拾がつかなければトマホークを送るかもしれないと述べ、揺さぶりをかけてみせた。トマホークの供与やその効果について、トランプ氏がどれだけ真剣に検討していたかは明らかではない。トランプ大統領は、ウクライナにトマホークミサイルを供与するようなことになれば、ロシアのプーチン大統領、あなたも困るでしょう。だから、ロシアとしても、ウクライナ侵略について考え直して和平協議に乗ってくれというようなメッセージを送っていたわけです。そもそもウクライナに対して軍事力の供与を考えているのであれば、最初からウクライナに送るか送らないかではなく、どれくらいを送るかといったところで圧力をかけていた方がまだ良かったでしょう。この後、トランプ大統領は、プーチン大統領はあんなに私の話を聞いてくれたのになかなかウクライナ侵略をやめてくれない。いや、非常に不満だ。2週間待ってあげよう。というような話を始めて、また相変わらずのように2週間の猶予をロシアに与えるといったことを繰り返すのではないかなと思っています。というわけで、トランプ大統領によるウクライナに対するトマホークミサイルの供与は、残念ながらものすごく後退した感じがあります。トランプ大統領はプーチン大統領と話すと、非常に簡単にウクライナ支援を引っ込めてしまう傾向がありますから、今回もその例に当てはまってしまいました。いつまでもちょろい大統領として扱われていることを自覚した上で、ロシアにいいようにもてあそばれている大統領として歴史に名を残すことのないように態度を改めてほしいものです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。情報の整理整頓更新に役立ったなと思われる方は他の方にもぜひともお勧めしてください。また、私の情報発信の活動を応援したいなと思われる方はスーパーチャットの利用やメンバーシップへの加入もぜひともよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。